どうもこんにちは、しょうです。本日はですね、こちらの機械ですね、ヤンマーの YK650SKC というね機械を借りてきました。こちらの機械は畝立て機なんですけども、こちらをですね甲府市で借りてきました。だいたい地方自治体で借りることができると思うんですが、こちら新品で買うと30万円するんですね。でそちらを借りると1600円ぐらいで、借りれるということで、こちらの制度をね皆さん利用してみてはいかがでしょうかね。で私たちはですね認定新規就農者ということでいちご農家を、これから始めるんですけども、認定新規就農者だと、こちらの機械を、タダで、5年間借りることができるんですね。なんで私たちはこれを、無料で、借りてきたんですけども、こちらの機械の使い方をねこれから説明していこうかなと思っております。では行ってみましょう。まずもう本当に基本的な説明からしていこうかなと思います。私たちもYouTube とかで調べたんですけども、なかなか説明動画がなかったんで取扱説明書を読んでね調べたんですけども、私たちも一応初心者なんで、私たちが勉強した内容をね、紹介していこうかなと思ってますんで、お手柔らかに聞いていただければなと、思います。まずはですね、基本的にここはロータリー部分ですね。こちらで耕して、でその耕した土を外側に、押し出していくというタイプで、こっち側とこっち側で両方ともありますんで、両側にこう土が押し出されていくようなタイプですね。でこちらがエンジン部分で、こちらの、タイヤなんですけども、このタイプはですねキャタピラがついていまして、で基本的にはタイヤで走行するやつなんですが、このタイプはキャタピラということでアクロジでも進みやすいというねグレードがちょっといいやつになりますね。今こちらにスタンドがかかっているんですけども、これで揺れても倒れないようになっていますが、こちらのスタンドをねまず外していこうかなと思います。スタンドの外し方はですね、このように後ろに倒して、でこう上に上げれば取れますんで、このようにして取ります。で、逆にスタンドの書き方ですね。スタンドの書き方は、こちらにスタンド下げがありますんで、これを下げてもらうと下に下がります。であとは、逆にですね、頭の部分を持ち上げたいので、ここを踏んでもらって、でこうやるとかかります。大丈夫ですかね。そしてですね、こちらのハンドルですね、ハンドルをここのレバーを使うと上下に動かすことができます。でこれが一応5段階ぐらいですかねあるんですけど、自分の好きな高さにしてもらって、でまたこの進行方向ですね、基本的にこの向きが正常基本的な向きなんですけども、基本的にこのまま前に進みます。で用途に応じてですけども、ここにハンドル回動って書いてありますけど、ハンドルが回るレバーがあるんですね。でここで200度ぐらい回転するそうです。で、180度回転してこれを戻せば、そうすれば逆向きで進むこともできます。でこれもハンドルの高さ変えれますので、好きな高さにしてもらって動かすことができます。はい、そしてこっちのハンドル逆位置ですね。ハンドル逆位置で走行する場合は、基本的にちょっと自分の畑で試したんですけど、この走行変速がハンドル正位置のギアの真逆になるんで、ハンドル正位置だとリア、ニュートラル、フロント1、フロント2っていうギアなんですけど、それの逆になるんで、ハンドル逆位置の場合はフロントがギア1でニュートラルで、リアが1、そしてリアの2があると思いきやそこはニュートラルになるんで、ギアがちょっと逆になるんですよね。この逆位置で走行する場合はバックギアに入ってる時にロータリーが使えるんで、要は後ろに下がりながら畝立てをするような感じになります。逆に前に進みながら畝立てをしようとすると、そうすると基本の状態のリアに入ったことになるんで、
ロータリーが止まっちゃうんですよね。前に行こうとして、ギアを入れると、そうすると走行変速がニュートラルに入ってしまうし、逆にロータリーの回転をギアを入れておいて、でこっちの走行変速をまっすぐ進むように F1 にすると、そうするとこっちのロータリー回転のギアがニュートラルに入ってしまうということで、前に進む時はロータリーが回らないようになってしまっていて、後ろに進むしかないのかなというところですね。取扱説明書を見たんですけども、取扱説明書を見ると、このハンドル逆位置の場合はですね、後ろに下がりながらうね立てとマルチを一緒にやるときとかは使うそうです。でなんか説明書によると、前に進むときはネギの掘り上げとかができるそうなんですが、その前に進みながらロータリー回らなかったんで、正確には何ができるのか、本当にできるのかっていうのはちょっとわからないですね。だから分かる人いたらちょっとコメントに残してもらえればなと思います。はい、こちらがですね、高速バック牽制って書いてあるんですが、こちらはですね、ハンドル回動時はつまみを上側にセットしてくださいと書いてありますね。なんでこれをハンドルを逆転した時にですね、このつまみを回して上にやってつまみをこう締めると、そうすると高速バック牽制ができるらしいですね。これちょっと今気づいたんですけど、先ほどの説明でハンドルを逆にした場合はロータリーがニュートラルに入っちゃってロータリーが回転しませんでしたって説明したんですが、この高速バックをやればロータリーが使えるかもしれませんね。ちょっと検証はしてないんですけども、もしやりたい方いたらちょっと試してみたらいいかなというところですね。はい、それではね、エンジンをつけていこうかなと思います。まずエンジンのこのコックですね。この給油のコックが下にしてください。そして、チョークですね。チョークの位置はこの右側にありますね。さっきのエンジンのコックもここにあります。でチョークの位置、これ見てもらうと、運転中と始動時と2種類あります。でこれを、こうやって操作できるんですけども、基本的にはこの運転中でエンジンをかけるんですが、エンジンが冷えてる時ですね、冷えてる時は始動時でつけます。で今回は運転中でつけていきます。はい、そしてエンジンスイッチがですね、こちらにあります。こちらのエンジンスイッチを押しながら運転にします。そして最後にこのバーですね、このバーをでさっきは1回でついたんですけども、エンジンが冷えてる時とかなかなか使ってない時とかですね、久しぶりに使う時はエンジンかかりにくいと思います。なんでこのバーを何回も引いて、で何回かやればエンジンかかると思いますので、試してみてください。そしてエンジンの切り方ですね。エンジンがついてる時にこのボタンを押すとエンジンが切れます。じゃあやってみます。こんな感じでエンジン切れます。そしてこちらのつまみはですね、名前は書いてないですね。こちらを使うとアクセルみたいなもんですね。こういう農機具ではウサギとカメなんてありますけども、こちらで、アクセルを吹かしてこちらでアクセルを落とすような、形になります。ちょっと一回やってみます。はい、そしてエンジンつけた後ですね、つけた後はこちらの走行変速で、ギアをいじります。ここがニュートラルで、上に上げて左にやればリアですね。でギアが2とここが入れづらいんですけど、1と2とここにニュートラルがあるみたいですけど、
こんな感じで全部で5つギアがあるみたいですね。で真ん中がニュートラルということで、これが、先ほど説明した通りハンドル逆位置の場合は、このギアが逆転しますんで、リアがフロントに変わってフロントがリアに変わって、でギアのフロントの2が、こっちの逆の場合はドットになっているんでないですね。はい、そしてこちらがロータリーの回転ですね。でロータリーの回転のギアは、正転の、低速、そして高速で逆転の低速高速があって、合計4つですね。で真ん中がこちらニュートラルになりますね。でハンドルが、正常の時ですね。直進する時は基本的には正転を使うようにしますね。はい、そして、ここに指クラッチというものがついてまして、エンジンつけてギアを入れた時に、進むか進まないかを決める時ってクラッチをつながなきゃいけないじゃないですか。でそのクラッチをつなぐ時にこの指で押すと、そうするとクラッチが勝手に入るというね機能がついています。でこれを押すとクラッチ切れますんで、これを押すと止まれるということですね。でこちらのロータリークラッチを使うと、幸運してる時にですね、ちょっと幸運やめたいなっていう時にここを押すとロータリーがクラッチが切れてロータリー止まるということですね。はい、それではね、こちらのゴム板の説明をしていこうかなと思います。ゴム板はこのロータリーの後ろの部分についてるんですけども、こちらに穴が、2個ついてます。こっちもついてますね。このままペロンと何もしてない状態が標準時、そして、下の穴にこうネジで留めた状態ですね。この状態が1段目、そして2つ目の穴に留めた状態が2段目ということで、区分けされております。で標準時は中高助走っていう作業の時にやります。で1段目、こちらの状態が、ヨード作業なんですけども、ハンドルが逆位置で正転作業の時にやるそうです。でこちらの2段目ですね。2段目の時は、ヨード作業でハンドルが正位置で逆転作業時にやるそうですね。用途に応じて使い分けるとのことですが、初心者の方ですね、私も含めよくわからないですよね。先ほど使ってみたんですけども、この状態で標準時で使ってましたが、そこまで問題なかったかなというところなので、このままでいいかなと思います。こだわる人はこれを調節してみたらいいかなというところですね。で、このゴム板が、後ろに行ってしまうことがあるんですけども、基本的にはこれを前に出した状態で、やるそうなので、このようにして作業をしてください。こちらの黒い棒ですね。こちらの黒い棒は、幸運の深さを決めるものになります。でここのネジで、緩くして、でこちらが、このように高くなれば、そうすれば、ここを基準に幸運しますんで、幸運が深くなります。でこれが下がれば、ここを基準になるんで、幸運が浅くなるという感じですね。で自分が、決めた幸運の深さのところで、このネジを、止めてもらって、で幸運するという感じですね。でこのゴム板を前に出してやるという感じですね。羽ですね。この羽の高さですね。このネジを調整するとこのように調整できます。で、例えば片方だけ上げるということもできます。でこれを上げると畝を立てるときに畝の
角度が急になりますね。で今この状態だと、こっち側の畝だけが急な畝になって、でこっちの畝はなだらかな畝になるという感じになりますね。こちらがロータリーの中身の部分ですね。この刃がですね取り外しが可能なんで、この全部で左側に2枚と右側に2枚あって合計4枚なんですけども、こちらのピンを外して付け替えることが可能で、何個か穴が開いてるんですね。いくつかここに穴開いてるんで、このピンを付け替えることによって場所を変えられます。でこの羽の位置をキュッと真ん中でコンパクトにすると耕す部分を狭くできる。で広くすると耕す部分を広くできるんで、例えば耕運したい幅を決めたりだとか、あとは畝を立てるときは畝の溝の幅を調整したりとかができるみたいなんですけども、ちょっと初心者なんであんまりいじりたくないので、とりあえず借りた時のままやろうかなと思ってます。気にする人はやってみたらいいんじゃないかなというところですね。であとはですね、YouTube 見ていて畝を立てる時とかに片側だけ畝を立てて片側は畝を立てないというねやり方をしてる人がいるんですけども、その場合はこの刃を特殊な刃に交換する必要があって、例えばこっち側を畝を立てずに右側だけ畝を立てたい場合はこの刃をですね逆向きにつけてしまうと、そうすると両方とも右側に土が寄るんじゃないかと思ったりするんですけども、この爪の位置が回る向きと正常に合ってないとちゃんと耕せませんので壊れるかもしれないので、もしそういう使い方をしたい人はそういう爪をちゃんと調達してきてやったらいいのかなというところですね。私たちも片畝だけを立てたいなと思ったんですけども、そういう使い方はちょっと対応してなさそうなんで、この爪ではねなんで、とりあえずこのままやろうかなと思ってます。はい、それではねエンジンつけるところから、実際にロータリー回すところまでをやっていこうと思います。はい、こちらのフックですね、軽トラに乗せた時に、固定するフックになります。これにかけると、綺麗に止まりますので利用したらいいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。なかなか YouTube には、こちらの機械の使い方の動画が上がっていませんので、この動画を参考にしてもらえればなと思います。特に私も含めて初心者に向けての使い方の動画になりますので、熟練の方はですねもっと細かい調整の仕方とかご存知かもしれませんが、今回は初心者に向けての動画になりますのでご了承ください。ということで今回の動画は以上になります。以上。